はい、こんにちは。これは保護紙が貼った状態のアクリル板なんですけど、このようなアクリル板を DIY やジグ作り、ハンドメイドでも使う機会あるかと思うんですけど、今回はこのようなアクリル板を使う時の基本となるアクリル板のスタンダードなカットのやり方について解説していこうかと思います。それではやっていきましょう。まずはじめに、こちらはまだ保護紙が貼られた状態の厚さが 3mm のアクリル板なんですけど、このようなアクリル板をカットするときは直接保護紙にカットしていきたいライン、これを書いていきます。そしてこのようなアクリル板、これをカットしていくときはこのような形の専用のアクリルカッターを使っていくんですけど、このようなアクリルカッター、これを使うときには作業台やテーブル、こういったのが傷つくとちょっと嫌かなと思いますので、必要に応じてこのようなカッティングマット、これを切断線の下の部分に置いていきます。そして今回使うカッティングマット、これはアクリル板のサイズに対してかなり小さいサイズになりますので、カットラインの下の部分、ここだけにカッティングマットを敷いたような形になると、アクリル板が斜めの状態になって作業がしにくくて仕上がりも悪くなるかと思いますので、同じ厚みのカッティングマットを逆側にも敷いたような形にしてアクリル板を水平に保ちます。そしてこの状態で定規をカットラインに合わせた状態で、アクリルカッターの先端やその後ろのこのような角の部分、こういったところでまずは保護紙をカットしていきます。そして保護紙をカットしていくと、カットする場所に合わせていった定規、これはこのままの状態でアクリルカッターの尖った部分、ここを使って向こう側から手前側に引くような感覚でアクリル板に小さな溝ができるまで何度か繰り返します。そして何度か繰り返して小さな溝ができると、定規を外したような状態にして先ほどできた小さな溝、ここに同じようにアクリルカッターの尖った部分、ここを這わせるような形でアクリル板の厚み、これの約3分の1から半分まで溝ができるように繰り返します。このような形でアクリル板の厚みの約3分の1から半分程度にカットしていきました。そしてこちらの小口面、これは先ほどカットをした時に手前側の小口面になるんですけど、こちらの逆の奥側の小口面は最初にアクリルカッターを置くような形になりますので、溝の深さを十分に作ることができませんでした。なのでアクリル板を先ほどカットした逆の方向に向けて、もう一方の小口部分、ここにも十分な深さとなるような溝を作っていこうかと思います。映像ではちょっと分かりにくいかとは思うんですけど、このような形でアクリル板の両端の部分、ここにも十分な深さの溝を作ることができました。そしてこのような形でアクリルカッターを使ってカットしたい部分に一直線の溝ができたら、こちらの溝の部分、これを上向きの状態にして、このような作業台やテーブル、こういったのを使って溝の部分が作業台の端よりもほんの少し飛び出たような形で置いていきます。そしてこちらの溝を中心に作業台の上のアクリル板、これをしっかりと押さえて溝の右側の部分を上から押さえていくと、
このような形で簡単にカットすることができました。そして先ほどカットしたアクリル板、これはもともとは横幅が30センチで端から約10センチの部分にカットするには十分なサイズでカットをしていったんですけど、例えば先ほどと比べてカット線の右か左、こちらに十分なスペースがない場合、このような時は先ほどと同じようにカット線に沿ってここ紙をカットします。そして先ほどと同じように溝を作っていくんですけど、十分なサイズがあってカットをするときはアクリル板の厚みの約3分の1から半分程度を目標としてカットラインに沿って溝を作っていったんですけど、十分にスペースがない場合、こういった時は確実に溝の深さ、これをアクリル板の約半分程度溝を作っておきます。そして作業台の角よりも溝の部分を少しはみ出した状態で、溝の右側の部分、ここを先ほどと同じように上から押さえてカットをしていくことが困難な場合は、アクリル板をしっかりと押さえた状態でこのようなペンチを使って溝の右側の部分をしっかりと掴んで、ペンチの掴んだ先、ここを支点としてしっかり掴んだペンチのグリップ、これを下向きに回転するような形で溝を広げていくと、このような形で狭い部分もきれいにカットすることができました。そしてこのような形で保護紙がないアクリル板、これをカットしていくときはこのように目標とする場所、ここにシワにならないようにマスキングテープをきっちりと貼って、これの上にカットしたいカットライン、これをマスキングテープに書いた状態でこのような形で保護紙がない状態でもきれいにカットすることができました。そしてこのように保護紙がないアクリル板や保護紙の代わりにフィルムが貼られたアクリル板はこのような形でしっかりと目標とするカットライン、これを書いてカットをしてもらったらいいかなと思います。そして先ほどカットしたアクリル板、これは 3mm のアクリル板をカットしていったんですけど、このような形でさらに厚みがあるこちらは 5mm のアクリル板なんですけど、このようなアクリル板をカットするときは3mm のアクリル板と同じようにアクリルカッターを使ってカットしていくんですけど、このような小口面にできた溝の深さのようにアクリル板をきれいにカットしていくために、溝の深さをアクリル板の厚みの半分か半分よりほんの少し深いところまで作っていきます。そして 3mm の時と同じようにテーブルや作業台の角を使って溝の右側を上から押さえていくと、このような形で厚みがあるアクリル板、これもきれいにカットができました。そしてこのように厚みがあるアクリル板をカットしていくと、アクリルカッターでカットした小口、ここが元々の小口面と仕上がりが違って気になることもあるかと思います。このような時はアクリルカッターの後ろのフラットな部分、ここや刃先の内側のフラットな部分、このようにアクリルカッターの種類によって場所は違うんですけど、このような場所を使って
カットした小口の部分を整えてもらってもいいかと思います。ただね、アクリルカッターを使って整えていくと、アクリル板のサイズによってはやりにくい時もあるかと思いますので、このようなサンドペーパー、こういったのを使って小口面をきれいに整えてもらってもいいかなと思います。このような形でサンドペーパーを使って他の小口面と同じようにカットした部分の小口面、ここもきれいに仕上げていきました。そして欲しいサイズにカットしていったこのようなアクリル板、ここの角の部分なんですけど、ここが90度直角になってますので、ハンドメイドなのでこのようなアクリル板を使って何かを作りたいって言った時は、ここの角の部分、ここを落とすことも多いかと思いますけど、このような時は先ほどの小口処理と同じような感覚でアクリルカッターの後ろの部分、ここや内側の部分、このようなところを使って必要に応じて角を落としてきれいに面取りしてもらってもいいのかなと思います。このようにアクリル板の角の部分、ここもきれいに面取りをしてみました。このような形で今回はこのようなアクリル板、これをアクリルカッターを使ってスタンダードなカットのやり方、それと角の面取りの仕方、これについて解説していきました。 DIY やハンドメイド、 DIY のジグ作りなどにこのようなアクリル板、こういったのを使う機会もあるかと思うんですけど、好きなサイズでこのようなアクリル板をカットする参考にしていただけたらと思います。今回の動画参考になった、気に入ったと思っていただけましたらですね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。